わあ、これ不良品だ。ここの遠流圏の部分がポーンと飛んじゃうんで、アップデート版のハンドパーツをつけるとこんな感じになります。はい、どうもかがやんです。今回紹介する商品はプラマックスのマシン英雄伝渡る龍神丸のアップデートバージョンになります。それでは薄紙を剥がしていきます。箱絵はこんな感じです。龍神丸アップデートバージョン。プラマックス渡るシリーズに龍神丸が完全新規金型でアップデートして帰ってきました。龍神丸の必殺技登竜拳がしっかり決まる関節構造とスタイリッシュなプロポーションを両立し、成型色でほぼ劇中のカラーリングも再現。さらに主人公戦部渡のプラモも付属します。手首パーツが4種類付属。握り手、武器の持ち手、登竜拳ポーズの専用手首に開き手になります。肩パーツは2種が付属。竜の紋章を別パーツ化して色分けしたもの。竜の紋章を肩と一体化しシャープなモードにしたもの。選択式となってます。そして戦部渡のプラモデルが付属しています。こちらが肩のパーツがはめ込みタイプとモールドタイプになっています。そして前回の仕様ではなかったクリアパーツ、機体の登場部分とこの勾玉の部分がクリアパーツになっています。そしてこちらもクリアパーツになった腰の部分のパーツですね。そしてこちらが戦部渡のミニフィギュアのプラモデルになります。これは塗装がめんどくさそうだ。瞳の部分になります。そしてこちらが肩の部分のアップデートバージョンの竜のパーツになります。そしてこちらがアップデートバージョンで追加されたハンドパーツになります。そしてこちらが説明書になります。今までプラマックスの説明書でこういう機体の紹介や作品の紹介はなかったんですけど、今回は入っています。プラマックス渡るシリーズ初の完全リニューアルプラモがこの MS14 龍神丸アップデートバージョンです。 MS02 龍神丸からパーツの流用は一切なしの完全新規金型となっています。龍神丸の必殺技登竜拳のポーズがかっこよく決まる関節構造とよりスタイリッシュになったプロモーションをお楽しみください。戦部渡るプラモも当時のプロダクションをリスペクトした造形でお届けします。そうですよね、やっぱりランナーを見ていくと今までのとちょっと違って関節の構造っぽいパーツがちょっとパッと見じゃ分かんないですけど、多分そうかなって感じだったんですけど、結構多いなって感じはしました。そして竜マークはこだわりの2種付属、色分け再現タイプ&シャープな刻印タイプとなってます。それでは作っていくぜー。今回のこの遠流拳なんですけど、遠流拳はこうやって別パーツ化されて、こんな風にクリアパーツと通常のパーツで別パーツ化されて遠流拳ができるっていうのは結構初めてなんじゃないかなと思います。こんな感じでプラクションも前回の初期版も確かこれは多分一体成形だったような気がしたんで、こうやって別パーツ化されてるのは
本当にちょっとこう意気込みを感じますね。この後大変なことに。結構小さいパーツなので破損や紛失に気をつけてください。さあ今回登場のクリアパーツの勾玉になります。クリアパーツをつけることによって質感が上がった感じがします。今回のもう一つの目玉であるポイントの肩のパーツなんですけど、今回は選択式となっておりますが、せっかく動画を撮るんで一応交換して2種類付け替えをして再現していきたいと思います。この別パーツ化されている竜の紋章は塗装しやすくなっているので大変ありがたいです。装着するとこんな感じです。もう一つはシールを貼っていきたいと思います。シールを貼ったのがこんな感じになります。比べるとこんな感じです。シールと2ピースです。これだけ見ると光沢のあるシールの方がちょっといいなって感じになってしまいますね。ただ塗装するとまた自分好みにできるのでまた変わってくるのかなと思いますね。もうちょっと竜の紋章が浮き出てくるのかなと思ったけど割とつらい地なんでこんな感じです。もっとボコッと出てるのかと思ったんですけどちょっと僕の勘違いでした。ここは何もしないでも取り外しが簡単なのでいつでも付け替えることは可能だと思います。龍河剣をつけてそして握り拳をつけて腕のパーツの完成です。これで両腕が完成です。これで両足の完成です。そして次は登竜剣を作っていきたいと思います。あれこれ登竜剣がここに穴開いてるじゃないですか。でここに何もないんですよね。もう片方も何もないんですよね。説明書ではこうやっぱこうぼっちがついてますね。ここにぼっちがあってここにはめるんだけどぼっちがついてないですね。なんか綺麗に丸く跡がついてるんで何かしらの跡はあったような気がするんですけど取れたっていうような感じでもないし、わあこれ不良品だ。なんでこうやってやっても登竜剣を鞘に入れてもつきません。でここはこれでグリップつけて、ついたんだけど登竜剣が肝心のぼっちがついていません。僕切ってないですよ。本当に最初このままなんで明らかに切ったような跡もないし、なんか削れたような跡が動画では見えるけど僕が削ったわけじゃなくてもう最初からこんな感じなんで、うわー残念だな。同じ型でみんな作ってるってことだもんね。ってことはみんな登竜剣がつかないってこと？これツイッターとかでもう誰かアップしてんのかな。うわつかねえじゃん。いやちょっと作ってて良さそうだなと思って期待してたんだけどな。しょうがねえや。タミヤセメントで止めるか。もうめんどくさいんでタミヤセメントでちょん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 もうつけちゃいます。ガチョン。残念ですねこれは。別にくっつけちゃえばなんてことはないんだけど
なんでこうなっちゃったんだろう。もし作ってる方がいたらみんなの登竜拳のはどうなってるか教えてください。とりあえず僕はタミヤセメントでもう固定しました。足をつけて、なんか足もちょっとゆるゆるっぽそうだな。またポリキャップつけないんだ。そうそう、ポリキャップが面白いんですよこれ。プラマックスのポリキャップって今元王丸動画で上がってるんですけど、元王丸のポリキャップなんですよこれ。僕龍神丸の全然使ってなくて、あと今空王丸も動画撮ってて、これからアップさせようかなと思ってるんですけど、元王丸で2つ使ってすごい余ったんで、空王丸作ってる時に空王丸にまたポリキャップがついてきたんで、元王丸の使おうと思ったら元王丸のポリキャップで空王丸のがまずここでなくなったんですよ。で竜王丸買ったらまた竜王丸にこれまたポリキャップついてるんで、元王丸のまたポリキャップ使おうかなと思って、元王丸のポリキャップ使ったらこことここだけ使ってまたこんなに余ってるっていう。ガンプラでも確かに余剰パーツってあるんだけど、これ結構ポリキャップ すげえな。これ一つで3つのキットを作れたっていうぐらいポリキャップあんまり活躍しないんで、今日は番外編ということでちょうど面白い話っていう感じで。さあそして顔をつけて、さあこれで龍神丸アップデートバージョンの完成です。で今絶賛その登竜拳をちょっとまだ固定中なんで、接着中なんで背中にマウントさせたいんですけど、そっとしておきます。でこんな感じで渡るのミニプラモがついてきます。で今回使ったシールはそのままの製品の状態アップしようと思ったんで、シールをちゃんと全部使った状態が肩と額の部分と、あと目と胸の黒いパーツですね、ここの。で各部はこんな感じです。金色のシールを使ってクリアパーツ使ってるんで、見た目は結構綺麗でいいです。ただシールちょっと汚く貼っちゃうとこんな感じでちょっとこう割れた感じのように見えちゃうんで、綺麗に貼るのをおすすめします。シールがペタッとなってるんでちょっと割れやすくなっちゃうんですよね、曲線があるんで。なんでシールにちょっとこう切れ目入れてあげて貼ってあげるともしかしたらいいかもしれないです。ここがシールですね。ここがシールになってて、ここのゴールドの部分がメタルジャケットの金色と比べたらちょっと明るい金になってたんで、一応使い分けてるような感じがします。で首の可動が全く上下には動きません。横もこれが限界って感じですね。なんか首の可動だけ見たらこうやって動くから、割と結構もしかしたら前後に動くかもって思わせておいて装着するとそこまで動かないっていう。で肩の可動がこんな感じで開くので、多分この登竜拳のポーズを再現するためにこんな感じの関節になってると思うんで、この肩の部分と腕のパーツが単体で別個でこうやって稼働するので、これもまたポーズを取るときにいろいろ表情がつきやすいので、この辺はいいかなと思います。爪もこうやって稼働するので爪に表情をつけることができます。で腕は360度回転できて、前後がこんな感じですね。で胴回りが、さあ最初の悲劇がここで始まります。なるほど、稼働はできるんですけど、稼働させすぎるとここの遠流圏の部分がポーンと飛んじゃうんで、これだったら一体成形のやつの方が良かったかな。ちょっと貧弱なんですよね、つけるところが。胴体を腰はあまり動かせないと思っておいた方がいいと思います。こんな感じで足は結構優秀だなって感じがしますね。ここがボールジョイントになってて、前後とここまで動きます。そして膝もあんまり動かすことはないですけど、ここまで稼働します。
足首がこんな感じで、前後がこれはポリキャップですね。よく取れるポリキャップでこんな感じで、なんかこの足もちょっとすぐスコスコ抜けちゃいそうな足かなっていう気はしますね。そしてこっちが初期版の龍神丸です。でこっちがアップデートバージョンになります。足はこっちの方が初期版の方がむっちりしてて、こっちはちょっとスマートになってますね。腕の可動はやっぱりこっちの方が、無印版はでも360度は回らないんで、ここまでしか回らないから、で可動はそうですね、ここは腕だけだもんね。そう考えるとやっぱり可動の面に関してはこっちの方が動くかなって感じですね。あと胴体はもう鼻から動かないっていうのと、頭部も初期版の方がまだ上下に、だって下向くぐらいしかできないけど、ほぼ動かないからね。で胴も結局動かしても遠流圏が取れちゃうから動かないから、別に無理してここは動かさなくてもいいのかなって。ほらもう取れそう。これポロポロ取れるんだったらこっちの一体成形の方がまだいいかなっていう。で腕の可動は確かにこっちの方がいいかなっていう気はするけど、初期版でもまあプラクションからの進化、正当進化というかっていう感じで見れば、まあこれはこれでどちらがいいとはなかなか言えないですね。顔面はどうだろうかな。顔面も好みがありそうだけど、ほら取れたな。やっぱりこのパーツが取れるっていうのがストレスだな。また一回動画止めないといけない。ただこの辺のクリアパーツとかもやっぱ綺麗でかっこいいし、ちょっと質感アップした龍神丸だなっていう。無印版も無印版で遊びがいがありそうな感じなんで、やっぱ手の部分とかはやっぱりアップデート版の方がいいし、足はちょっとこのずんぐりむっくりした初期版の方が自分は結構好きかもしれないな。ただ足裏がこの肉抜きというか、なんか2パーツ作り忘れちゃったんじゃないかっていうぐらいこの肉抜きがすごすぎて、これは正直僕もちょっと最初見た時びっくりしましたけど、今回ちゃんと蓋がついてるんで、ちゃんとスタンド用の穴もついてるし、飾って遊ぶようには作られてるのかなって感じですね。ハンドパーツを交換して開き手パーツをつけると、このように遠流拳のポーズを再現できます。腰はちょっと分かったんですけど、ちょっとこうやって結構動くので、ここを動かした状態で回転させれば、あとこれが取れそうになるってやれば幾分かこのようにあっち向いたりこっち向いたりができます。そしてアップデートバージョンのハンドパーツを、初期バージョンをアップデートすることも可能です。スタンドパーツをつけることもできるので、こんな感じで遊ぶこともできます。龍神丸は空飛べないんですけど、ジャンプしてるっていう体で見てください。はい、お次はこんな感じでジャンプキックをしているような感じで再現してみました。はい、そしてこちらが初期版の龍神丸にアップデート版のハンドパーツをつけるとこんな感じになります。そしてこの初期版の龍神丸でアップデートバージョンのハンドパーツをつけて遠流拳のポーズを取らせるとこんな感じです。やっぱりアップデートバージョンの方が可動域が広いので、これが限界なんで、そういう意味ではアップデート版がいいと思います。ポロポロ取れるのは接着させて固定させちゃって、胴を動かすときはこの上半身のこの部分でだけ動かせば多分ポロポロ取れないかな。そしてこの説明書のようにポーズを取らせてみる。こんな感じになります。はい、そしてこちらが肩の紋章を2ピースバージョンからシールに交換したタイプになります。これはこれでシールがピカピカしてるから、なんかちょっとやっぱこっち安定感があるなって感じがしますね。これはこれで別に悪くはないんだけど、多分塗装してこっちの金色と多分統一したりして合わせるとまた結構表情が変わってくるのかなって思います。ゴールドに塗装するのか昔ながらの真っ黄色に塗装するのかによってまた結構だいぶ変わってくるかなと思います。
あとはこんな感じで剣を構えて、今まさに両手持ちに移行しようかなというバージョンがこんな感じです。だんだんちょっと扱いが慣れてきました。やっぱりちょっと稼働できるっていうのはちょっと面白いかもしれない。あとはやっぱりこの胴体を、ここはいかに動かさないで回転させるかがやっぱ大事だと思います。通常の剣を持つハンドパーツ以外に投竜剣を両手持ちにするハンドパーツがついてるので、それに交換するとこんな感じで投竜剣、必殺投竜剣のポーズを取ることができます。そしてちょっとこれで遊んでみました。さっき僕はちょっとむっちりした足の方がちょっといいなってことで、初期版の足をアップデート版につけてみるとこんな感じです。やっぱりちょっとアンバランスかな。でもちょっとどっしりとしてて、下半身がどっしりとしてて、ちょっとこっちもいいような気もするんだけど、一応やり方としては、ここにポリキャップがついてるんですけど、足の方に埋め込んであげて、で、余ったランナーを適当に切って、ほんの少し削ってあげて、この中に入れてあげると。こっちはあんまりギチギチにやっちゃうと穴が広がっちゃうんで、割とちょっと緩めにやってあげて、こんな感じでくっつけて、で、このポリキャップのところにこう差し込んであげれば、こんな感じでつきます。まあちょっと調整次第なんですけど、結構ゆるゆるになっちゃうんで、はめてあげると、初期版の足も、あんまり稼働して遊ぶっていうのはできないけど、ちょっと飾ってタッチポーズを取らせる分ぐらいだったら、こんな感じでも移植して付け替えることができます。はい、以上でプラマックスのマシン英雄伝渡る龍神丸のアップデートバージョンの紹介を終わりにしたいと思います。本当だったら、すごいいいって言って終わらせたかったんですけど、まず投竜剣の不良品っていうのと、あとこの遠竜剣があまりにもボロボロ取れるんで、何度か取れて撮影が中断されるっていうのが結構あってストレスだったんで、稼働もよくできてるし、随分コンパクトにスマートな龍神丸になってるし、いろんな部分で改善はされてて、確かに本当にいいと思うんですけど、残念なポイントが本当この2点。遠竜剣と投竜剣。投竜剣が自分だけなのか、他の人もそうなのかちょっとわかんないんですけど、もしこれが何らかの本当に不良品だとしたら、なんか連絡かなんかしないといけないし、対処法をするなり、まあ自分で直すでもいいけど、またパーツを送ってもらうのかちょっとよくわかんないんですけど、僕こういうの初めてなんで、物自体は本当悪くはないんで遊び方次第だと思うし、あとここの対処法次第だと思うんで、初期版の龍神丸が積みプラで余っちゃって使い道ないよって言ってもゴールドの塗装じゃなくて黄色の塗装にしてみたりとか、その塗装する練習台にしてみたりとか、こっちの方で黒暗の龍神丸作ってみたりとかっていうのも全然おすすめだと思うし、ガンメタ系のやつでちょっと黒2色とか3色使って黒暗の龍神丸作ったりっていうのも結構面白いなと思うんで、いろいろ遊んでみてください。では僕の動画が良ければ評価、コメント、チャンネル登録などお願いします。それではさようなら。